はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。自分としたことがまだこれを試していませんでした。調味料といえば塩、これを忘れてはいけませんよね。世界中の国で使用される調味料の基本です。塩で熟成肉作ります。それでは早速やっていきましょう。今日はこのお肉を使って1ヶ月熟成肉を作ります。そして今回使うのは塩です。用意したのはペルシャ岩塩です。いろいろな調味料で試していますが、塩で試すのを忘れていました。これは基本中の基本ですよね。塩は作り方で2つに分類されます。精製塩と自然塩です。スーパーに並んでいるものの多くは精製塩です。さらに天然の自然塩は3つの種類に分けることができます。海水から取れる海水塩、もともと海だった場所が長い年月をかけて岩塩層を作り、そこから取れる岩塩、塩湖から採取される湖塩、他にも少量ですが温泉や地下水から作る精塩や塩分を含んだ海藻や植物を焼いて作る廃塩などがあります。日本ではほとんど取れませんが、世界中で最も多く取れる塩は岩塩です。日本で塩が使われるようになったのは縄文時代から弥生時代初期と言われています。昔から塩は食材の保存をする目的でも使われてきました。食材に大量の塩を加えて長期保存する食品を塩蔵食品と呼びます。ちなみに日本で電気の力で冷蔵するタイプの冷蔵庫が普及したのが1975年頃だそうです。それ以前は塩蔵によって食品を保存してきました。塩で長期保存ができるのは塩による浸透脱水作用があるためです。食品に塩を加えることで食品中の水分が吸い出されます。そのため食品が腐敗するために必要な水分量がなくなり、微生物の働きを抑制し腐敗を防止することができます。なので肉の余分な水分が脱水され、肉自体の旨味が凝縮されてより美味しい熟成肉に仕上がると考えました。まずはバットに網と布巾を乗せて、その上に塩を敷きます。その上にお肉を乗せて全体を塩で包みます。塩のつき方的になぜかおばあちゃんの家にあるザラメのせんべいを思い出しました。あとはこれを冷蔵庫に1ヶ月入れて待ちます。またバカなことをしていると思われそうですが、皆さんの身近にあるコーンビーフも英語で塩漬けを意味します。ベーコンやパンチェッタなども一度塩漬けにする点は似ています。1ヶ月経ったので冷蔵庫から取り出してみましょう。見た感じ周りの塩の色が変わっていますね。出して確認してみましょう。初めは白かった塩が全体的にピンク色になっています。これは塩の脱水作用によって肉内の水分が塩に吸われたと思われます。初めに比べると塩の量が減っているので肉自体にも染み込んでいそうです。包丁で触った感じ、肉はかなり硬くなっています。塩から取り出して肉をカットしてみましょう。見るからに大きさは小さくなり、表面は乾いています。音は肉の音ではないです。道に落ちていたら完全に石です。硬さは過去一です。包丁でもなかなか切れません。中はこんな感じです。不思議な色の変化をしています。今までは一番外側部分が変色していましたが、筋や油の周りの変色があります。塩がその隙間に入り込むとかですかね。食べるところがなくなりそうなので、一番外側部分だけトリミングして食べてみましょう。今日も同じ産地、同じブランドの1ヶ月真空で保存したお肉を用意しました。両方を焼いて味を食べ比べてみましょう。塩熟成肉は水分がなく全体的に焼けるのが早いです。焼いていたら徐々に塩っぽいものが表面に出てきました。これは食べる前から明らかにしょっぱそうな予感がします。カットしてみると塩の方は少し硬いです。それでは食べてみましょう。いただきます。今日はクーパーズブルワリーのベストエクストラスタウトを飲んでいます。クーパーズブルワリーはオーストラリアではナンバーワンクラフトビールメーカーです。日本にいるとあまりオーストラリアのビールって馴染みがないですよね。こちらのビールはスタウトと呼ばれる黒ビールです。スタウトで日本で有名なものといえばギネスがあります。今回のベストエクストラスタウトは通常のスタウトよりもさらに色が黒く、パッと見ほとんど黒に近いです。干しぶどうやコーヒーのような濃い味わいです。これは甘いデザートなどに合わせてもいいですね。それでは2つのお肉を食べ比べてみましょう。まずは何もせずに1ヶ月真空しておいたお肉を食べてみます。いつも通りのお肉の味です。次は塩熟成です。しょっぱすぎるのでこれは一旦食べるのはやめましょう。分かってたけどめちゃめちゃしょっぱい。ぬかとかの比じゃないしょっぱさ。
味噌よりもしょっぱい。しょっぺー。まずは普通のお肉を先に食べちゃいます。想像していた以上にしょっぱくてびっくりしました。ちなみに中世のヨーロッパでは秋に屠殺した豚肉を塩漬けにして翌年の秋まで食べていたそうです。他にもこの時代にすでに燻製、ピクルス、砂糖漬け、発酵など食品を化学変化させる方法が使われていました。さすがにしょっぱすぎるので一度流水で塩抜きします。フライパンにバターをひいて玉ねぎを炒めます。そこに塩抜きした肉を入れて炒めます。ご飯を入れてさらに全体を炒めます。水、生クリーム、コンソメを入れて水分がなくなるまで煮込みます。最後にチーズを加えて軽く混ぜたら塩熟成肉のリゾットの完成です。改めていただきます。特に塩は入れていませんが肉の塩気が程よく残っていてちょうどいいです。これは美味しい。肉の旨味もしっかりと感じられて噛むごとにうまさがあります。さすが塩ですね。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。塩熟成肉いかがでしたか？今でこそ冷蔵庫で簡単に保存できますが、いろいろ工夫した結果、塩漬けで美味しいコンビーフやベーコンを考えついた昔の人には本当に感謝です。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。